そうお酒じゃないんですけど、乾杯。あ、美味しい。めっちゃ美味しい。カルシウムが多いです。すごく。そう最近のとにかくきれいにスッと切れるんじゃなくて、水自体はねやっぱりそのなんか、それこそカルシウムところなんかちょっと、まあ言い方でちょっと口の中に残るまとわりつくような感じはあるかもしれないですけど、それがね、やっぱ酒造りの中で岩のようにすごい特徴になると思うんですね。だから水としてはここのところまとわりつくありながらさっきじゃない飲んでもらうと、これが今度キレのいい酒に変わってくれるのかですね。Iwase Sake Brewery is located in Onjuku, east of the Boso Peninsula. The area is characterized by the 250-degree super hard water that springs from the mountains. It is a special water that contains a lot of calcium and magnesium. In fact, the Boso Peninsula has always been the bottom of the sea. At the bottom of the sea, the plates always collide with each other. Many plates are colliding with each other like this. This is exactly the place where the Boso Peninsula collides most aggressively in Japan. In this way, the shellfish layers which had built up on the seabed rose and formed the current Boso Peninsula. It is a rare stratum in the world, a stratum at 1,000 meters below the seabed that existed 770,000 years ago has been upheaved. It is an academically valuable place where you can observe the old stretch of the seabed on the top of the mountain. Therefore, the area of strata was named Chibanian. Iwase Sake Brewery uses water that springs from a special stratum. Mineral-rich spring water ferments quickly and creates a unique taste.今日はすみません、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。すごいクリーチな感じです。ありがとうございます。水のねおかげでちょっと最後にこう苦味があります。そうなんです。これがたまらないんですよ。でもそれはやっぱ他の酒には多分出にくいと思うんですよね。おかげですよ。うちは別の水がすごい硬い水を使ってるから、まあ、それはそんなに目指してなくて、自分こういった感じなんですね。結構味がしっかりありながらも、結構ですね、自分でも言うのあれなんですけど、その酸味、苦味があるから、結構後味も残りにくく結構切れるタイプなのかなと思って、ぜひちょっとこれをね、食事と一緒に合わせていただければ、もっと美味しく味わえるのかなと思います。やっぱりでも、千葉の本宿は、海の幸なんでやっぱりそうなんです。やっぱりどうしてもこっちの方では刺身とか魚系は絶対に食べていただければなと思います。すごいクリーチな感じです。ありがとうございます。これすごいなんか味が綺麗。だから多分余計なもの何も入ってなさそうな感じの味がします。ちょっとだけ甘くなってるんですね。別のとこ旦那さん結構強いんでしょうけど、1本、2本、1リットルぐらい。最大は2リットル飲んだことあるんですけど、記憶飛んだのであんまり。これさっきのやつに比べるとほんのちょっとだけその甘いの使ってるんで、多分飲み比べてもらうとですね、そう。あ、日本酒だなって感じがそう。それそう、はい。佐野米っていう千葉県だけの
千葉県で作ってるお酒用の米なんです。初めて飲んだから初めて聞きました。お酒を保存してる状態で、これ生酒。これちゃんと冷蔵庫に入ってます。どう入ります？入ります。大体ここは今年作ったお酒をね、ちょっと置いてる形で、だから一応やっぱり生酒なんで、こういったそう冷蔵庫の中でちょっとちゃんと保管しておいて、やっぱり温度変化が一応、温度がやっぱマイナスで保存しておけば、お酒の状態も良くなるし、このまままた2ヶ月、3ヶ月、もし半年ぐらい経てば、この状態でもっといい味が乗って、いい状態になるのかなと。はい。だから最近のやっぱ酒造りはこの冷蔵庫だったりですね、その投資っていうのはやっぱどうしても必要かなって形で。ちなみに一般的の日本酒って生酒じゃない方だったら開けてからだいたい1ヶ月以内であれば何日以内で飲めばいいです。大体もうそんなもん目安として、ただとにかく日に当てない。日に当てない。だから冷蔵庫に置いとけば大体1ヶ月ぐらいも変わらず。1ヶ月ぐらいですか。で生酒の場合はやっぱり違いますもんね。生酒も本当言うとね、やっぱね2週間ぐらい飲んでほしいなと思う。ただですね、ちゃんと冷やしてやっておけば1ヶ月ぐらいは大丈夫です。なるほどね。古酒っていうと、どうやって保存してるかなと思います。普通古酒飲んでて、お酒だから普通温度管理はあれかなと思うけど、もうここに常温で置きっぱなしなんですよ。これは夏でも冬でも一緒ですか？一緒だ。もう夏はそれこそ30度近くなりますし、だから先に一番良くないのは日に当てることなんです。それだけは遮ってやるんですね。でも別に例えば40度超えても OK だし、マイナス20になってもはいかない。そうにならないですね。すらなんでやっぱり。そうで、ただでもうちは昔はなんかそれこそ冷やしたりこういうのあるけど、やっぱしもう自然の温度に任せてやった方がお酒にいろいろな影響を与えるからいいかなって感じですね。やっぱりどこの酒蔵でも違います。全然違います。全然違う。で、それこそこうやってタンクで貯蔵するのもあるけど、こうやって瓶に。で、なんでこれ瓶に置くかっていうと、空気に触れる分が少ないから。だからこっちのお酒自体もいいかなって形です。こうやって瓶で置いてある方が多くですね。日本酒を飲んで、なんかもう普通にウイスキーみたいになんか多くの樽に入れてるっていう感じでしたんですけど、別にこれは普通のいわゆるお酒用のタンク。タンクだし、これを普通の一升瓶で入れてるだけ。これすごいなんかそうなんですね。で、いろいろやった結果、結局こうやった方がですね、温度変化あったりとか、そういうので味の複雑さができるからですよね。なるほど。だから多分分からない、一定の温度でずっとそのやってたらそんなに変わらないかなと思うんですけど。面白みが出ない。ですよね。それでそれ多分水のせいもあるかと思うんですけど、うちの作りでね。こうなって。でも結構涼しいですよね。そうなんですよね。そう。意外と。だから本当にこんな方も上がっても30度以上になることって少ないのかなと思うんですよね。ここにあるのが昭和44年なので1969年ですね。これ本当にちょっと常に洗ってないんですけど、なんか見れないのがね残念かなと思いながら。そうで瓶はこうですけど、面白いのが古酒だからなんか色が濃いっていうのはそうなんですけど、あれなんです。古いから濃いわけじゃないんです。あ、そうなんですか。そう、あれなんです。吟醸か大吟醸か順番。要は米を磨いてるから。なるほど。そうなんです。で、磨いてれば磨くほどその色がやっぱ綺麗な琥珀色になってですね。これ20年古酒。あ、20年古酒か。これ20年経ってればこの程度の色なんです
ですね。その濁ってるわけじゃなくてですね。あ、そう、これをもう商品化して詰めてるので、まあ、これこのまま洗ってちゃんと出荷できる形になってるからですね。変な質問かもしれないです。平成の3年ってありますか？3年はあります、絶対に。どっかに。平成3年生まれ。はい。ちょっと待って。ごめんなさい。調子に乗った。ああ、もう全然別物ですよね。焼酎のアーモンドか紹興酒とか。でも飲みやすいですね。なんか美味しい。なんかレーズンが合いそう。そう、大丈夫、レーズン、そう。だからこれとか、僕のもあるだからバニラアイスと一緒にやって。バニラアイスにかけて。そうなんですよ。ブランデーとかなんかそういうようななんか雰囲気もありますよね。そうです。だからそれこそね、食後酒とか、あと本当に料理だとなんかシェリーシューもちょっと近い感じがします。ただ結構その海外っていうか、例えばワインのソムリエの方とかにはすごく好まれてて、結構僕これとか見ていただくと、これブレンドしたの田崎さん、田崎真也。なんで多分他の日本酒と比べるとやっぱだいぶ特徴があるちょっと酒蔵ですので、これは古酒なんです。熟成酒。日本酒の古酒は飲んだこともないし聞いたことも今回初めてなんで。面白いことに海外の品評会ほどそれこそいろんなその純米部門とか大吟醸とか古酒部門っていうのもこう3年4年できるんですね。かつ本日おかげさまで結構これなんか最高の賞を出すと他で2つ3つを作ったりしたことですね。これはなんでかっていうと本当にたまたまだと思うんですけど、やっぱうちの水、自分でこれ本当にもう推測になってしまうんですけど、まあ自分的にどちらかというと骨のある、太い作りしているので、古酒にしても結構耐える方ですね。本当やっぱり長いもので60日、70日かかるのがあるんですよ。で、今年結構そういうのが多くてですね、なんかやっぱりその一本ずつの個性があるというか、同じ気持ちで全部作ってるんですけど、愛着が湧くお酒もあれば、すごい、なんていうのかな、出来の悪いやつらもいて手のかかるやつらもいるみたいな、本当寝れないっていうか、もう心配で寝れない時もあるんですね。本当、面白いというか、そんな感じですかね。